今回のエピソードはラニカイピルボックスハイキングに挑戦し、こんな坂道やこんな凸凹な道を登り、なんとか最初のピルボックスを制覇し、そして第2も制覇、そしてドローンも使わずにこんな風景やハワイの海のこんな風景も、さらにはこんな風景もお届けします。レアラニハワイチャンネルのロッキーです。いかがお過ごしでしょうか。この日のハワイ氷縄は雲が多めですが、透き通った青空も見えて穏やかな一日になりそうですね。本日のメインイベントはずっとやりたかったラニカイピルボックスハイキングです。ラニカイピルボックスハイキングは会話リッチトレイルとも言われています。午前9時には登り始めたかったので、午前8時にはここを出発します。ラニカイピルボックスへレッツゴー。マリオット氷名からカイロアまでは道路の混み具合にはよりますが45分から1時間程度です。ハイウェイ H1 イーストから H3 イーストへのルートを使いました。運転途中レインボーが見えたので、レインボーの写真を撮影したくて一旦ハイウェイを降りたりして、予定以上に運転に時間を費やしてしまいました。その時に撮ったレインボーの写真はこちらです。ハイウェイを降りた時にはレインボーの色は薄くなってました。さらにカイロアの住宅街では道路工事も行われていて、回り道などをして駐車場到着は9時20分になりました。今回車を止めた駐車場の場所はこの辺りになります。カイロアビーチを犬が楽しそうに走っているのが見えますね。何度見てもカイロアビーチの眺めは素敵ですよね。こんなところを毎日散歩できたらどんなにいいことでしょう。最近カイロアに来てもビーチは見るだけなので、次回はビーチタオルを持ってきて足だけでも入りたいですね。赤い車は駐車スペースに止められずにいますね。平日でも早く来ないと駐車スペースなくなっちゃいます。駐車場からはこのルートでピルボックスに向かいます。さあ、ラニカイピルボックスハイキングを開始します。前回ラニカイビーチに来た時に車を止めたエリアは工事中でした。まずは海沿いにモクルアドライブを進んでいきます。駐車エリアを整地して駐車エリアを拡大しているんでしょうか。この先にはラニカイと書かれたモニュメントがあります。まずはそこを目指して進んでいきます。左手に見える平らな島はポポイアアイランドです。ラニカイと書かれたモニュメントですが、逆光で文字が見えてません。モニュメントがあった場所からは下り坂になります。車に気をつけながらこの先右方向のアーラパパドライブへ進みます。先ほどの分岐箇所からは350メートルほどまっすぐ歩いていきます。次に出てくる交差点で右に曲がります。白い壁が目印です。ここカエレプルドライブで右に曲がり250メートルほど直進します。住宅街に急にハイキングコース入り口が現れます。入り口目印はこの看板。あなたの飼い犬がハイキング中にホットドッグにならないようにしなさいとの注意喚起ですね。歩き始めの最初のところは数段の階段状になっていました。しかしそこから先は足場が急に悪くなっています。ここ数日間の天気は良かったのか、地面は乾いた状態でした。しかしハイキングの当日や前日に相当量の雨が降ったりすると確実に足場が悪くなり、安全に歩いて登ることができません。その場合は自分自身および同行される方の安全を第一に考え、ハイキングのスケジュール変更も検討した方が良いかもしれないですね。この辺りは非常に上り下りがしづらい場所なので、ロープが木に結びつけられていて危ないと感じた時や滑りそうになった時は無理に踏ん張らずにロープに捕まった方が安全だと思います。この日は天気も良く、眩しい太陽の光が私たちを待ち受けていました。サングラス、日焼け止め、飲み物は必須ですね。この辺りが最初のフォトスポットです。ここからはラニカイビーチとカイロアビーチを望めます。まだまだ先は遠いのですぐに出発しました。
でもコンディションに応じてご自身で休憩の時間を調整してくださいね。足場は深くえぐられている箇所もあるので慎重に進んでください。今回は割とすぐに次のフォトスポットに到着しました。ここは先ほどの場所よりも少し高い場所になるので、さらに見晴らしが良くなってきています。ここからは他の山々の景色も望めました。ここからまっすぐ登る道が見えてますね。風がとても強く吹いているので、持ち物が飛ばされないように十分注意してくださいね。この辺りの道は土が乾いて滑りやすいですが、起伏はそれほど大きくなかったので割と歩きやすかったです。疲れた時は海の景色を時々眺めながら元気をもらいましょう。光がないところをしばらく歩き続けていますので、水分補給を忘れずにしてくださいね。この辺りまで来ると遠くの崖の上に小さくピルボックスが見えています。妻の他にも風が強いので帽子を手で押さえている方がいますね。ピルボックスは見えていますが、もう少し先ですね。この辺りの坂道は割と平坦なので歩きやすかったです。この辺りまで来ると普段ハイキングをしている方でも足に疲れが溜まってきていると思いますので、ちょっとした段差でも足がふらつくことがあるので、十分に足元に注意しながら登ってください。この辺りは土よりも削れた岩が表面に出ているので、とっても滑りやすくてしっかりグリップが効かせられるシューズを履いてきた方がいいと思いますよ。ここからも美しいカイルアビーチが望めました。いかがですか？見ていただければ分かる通り、この辺りまで来ると同じような道が続きます。やはりだんだんと足に疲れがきていて、ちょっとした段差にもよろけてしまいました。随分と高いところまで来ましたので、より遠くが見えてますね。モクルアアイランドもはっきり見えてますよ。私がのんびりと風景を撮影している間に、妻はほとんど休まずに先を歩いてました。少し先の方をお父さんが小さな女の子の手をつないで登ってますね。子供の小さな足でこの凸凹道を歩いていくのは大変だ。さらにその先には男の子が一人で先に登ってますね。もう少しで最初のピルボックスに到着する頃だと思うので、気を抜かずに登っていきましょう。男の子はしっかり手にウォーターボトル持ってましたね。熱中症になったら大変ですからね。海側の登り道と別の道と2つのルートがありました。とりあえず海側のルートを上がっていくことにしました。ここからも素晴らしい眺めが望めました。第一のピルボックスにもう少しで到着予定なので、のんびり休憩することなく登り続けました。海側のルートの方が少し平坦な道かと思ったら、そんなことは全然なかったですね。普段あまりスポーツをしていない私の体にはきついですが、そんな私でもなんとか登ってこれてます。随分と私の息が上がっていますが、この景色が眺められたことでエナジーチャージできました。第一のピルボックスがもう目の前です。もう少し頑張ります。目の前にピルボックスが見えていると、今まで重く感じていた足が軽く前に出ていた気がします。途中で抜かしたと思っていた子供2人とお父さんの家族が私たちより先にピルボックスに到着していました。びっくりです。第一のピルボックスに到着です。ピルボックスの周りには到着したハイカーで賑わってますね。屋根の端にぶら下がってる人がいます。それは無理。インスタ用の写真でも撮影したのかな。ここで長く休憩していると第2のピルボックスに行く体力がなくなってしまいそうなので、すぐに次のピルボックスに向かいました。
ここからは妻と交代して私が前を歩いていきます。先ほどまで息が上がっていたのが嘘のように足が前に出ました。最終目的地の第2のピルボックスが見えてきました。ここにはたくさんのサボテンが長く伸びていて触れると痛いです。このサボテン、行く手を阻むように伸びてきてるんですよ。やだな。ピルボックスからはこことはまた違った眺めが見られるんじゃないですかね。ここはさっきよりもサボテンが生い茂っていて危ないです。痛い、サボテンに触れてしまった。第2のピルボックスまでラストスパートです。やりました。到着です。ここでは今まで見えなかった景色を見ることができます。さっきまでは見れなかったワイマナロのビーチまでも見えます。無人島のモクルアアイランドも見下ろせますね。そしてここは全米1位のビーチにも選ばれたラニカイビーチです。そして同じく全米1位に選ばれたカイロアビーチもしっかり見ることができました。カイロアの街並みもしっかり眼下に収められました。ピルボックスは外側だけではなく内部にもペインティングがされてました。いろんな文字や絵が重なり合っていて何が書かれているかは判別が難しかったです。素晴らしい景色を堪能できました。登ってきた甲斐がありましたよ。ハイキングの疲れをすっかり忘れることができる眺めでした。本当に登ってきてよかったです。この度一番の景色を見ることができたと思います。さあ下山開始です。グッバイ。下りは上りよりも慎重に進まないと足を滑らせて大きな怪我をするかもしれないですね。慎重に降りるためには汚れても仕方がないので地面に手をついても滑らないように気をつけます。急いで坂を降りたりすると足に負担がかかり足がガクガクしたり筋肉痛を発症するかもしれないので注意が必要です。下山の場合勢いがついてしまうと自分でスピードをコントロールしにくいです。またサボテン地獄のような場所を通らなくては戻れません。私みたいにぶつからないように気をつけて。下山するときは目の前に海岸線が見えることが多く、上りの時とは全く違った景色を見ながら歩けます。上りの時は足元のデコボコした道に気を取られることが多くて、休憩ポイント以外ではあまり周りの景色を堪能できませんでした。再び第一のピルボックスが見えてきました。うわ、ラニカイの青い海が美しいグラデーションになってます。実際のところ私はここまで足元ばかりを見て下山してたんで、この時見た景色をあんまり覚えてないですね。映像に残しておいて本当よかった。やっとここで景色を眺める余裕ができました。もうこの位置からはワイマナロにあるビーチは見えませんね。上がってくる人と譲り合いながらすれ違ってきました。相変わらずピルボックスの屋根の上には何人も人が乗ってますね。
さあここで止まらずに下山していきます。カラースプレーが何かを使って描いてるんでしょうけど、その表現力すごいなって感心させられます。下を眺めるときはカメラばかりに気を取られているとうっかり足を滑らせることもあるので注意が必要ですよ。お、ワンコが登ってきました。ホットドッグにならないでよ。ああ、もう一匹でもベロが出てますね。喉乾いてないかな。おっと危ない。降りるのに勢いがついちゃいました。下からハイカーが続々と登ってきますね。この下り坂はなだらかなのに降りるのにスピードがついて危なかったです。登ってきた人たちはここで一息してますね。犬を連れてハイキングする方は何人もいるみたいですね。随分と下に降りてきた気がしますね。ものすごい風が下から吹き上げていて、妻は必死に帽子を押さえてます。降りる道が2つあり、どちらに降りるかちょっと迷いました。とりあえず左側の道へと進んでみましたが、なんかさっき登ってきた道とは違うみたいです。確か尾根を歩いて登ってきたことを思い出したので、海側の尾根の道へと進んでいきました。下から日本語で喋る会話が聞こえてきました。まだまだ2段階だからな。下山待ちの渋滞ができてます。もう少しでハイキング入り口に戻れます。この辺りは上りよりも下りの方が歩きづらかったです。もう少しでこのハイキングも終わりです。
危ないと感じたらロープを掴んで降りましょうね。もう入り口はすぐ先ですが、最後まで気を緩めたら危ないですよ。もうここは平坦な道になりました。さあ、あと数段の階段を降りて終わりだな。あ、危ない。映像には映っていませんが、階段で足を滑らせて転びそうになりました。最後まで散々注意しろと言っていた自分が、最後にあそこで頭を打っていたら最悪のハイキングになってましたね。本当、油断は禁物です。帰り道、ラニカイビーチへのアクセス小道ナンバー1へ寄り道しました。ここではピルボックスから見えていた真っ青な海を目の前で眺めることができます。青い海、青い空、白い雲、ここで他に何が必要でしょうか。こんなところで小魚が泳いでいるのが見えました。ここには砂浜はありませんが、右手には綺麗なラニカイビーチの砂浜がちょっと見えてますね。そろそろ駐車場に戻りますか。カモメが車と並走するように羽ばたいていきました。ここから見える眺めも本当にいいですが、ラニカイピルボックスの上から見た風景は別格でした。ゴーカートみたいな車でビーチに来る人もいるんですね。今回の動画はこれでおしまいです。この動画を見て私も行ってみようかなと思われる方がいたらとっても嬉しいです。自分はハイキングには行けないけど風景を堪能したよと思われた方もいたら幸いです。よろしければチャンネル登録お願いします。高評価ボタンを押していただければ幸いです。コメントもお待ちしています。マハロー。